だね、ちょっと今日仕事終わった後、軽く飲んで帰ってきてしまいましたんで、若干もう出来上がっているんですが、たまにはいいでしょう。よいしょ。酔っ払っている重風亭螺鈿というのもまた一挙。そしてね、今日は割と本当に雑な雑談という感じで話があちゃこちゃ飛ぶと思うんですが、それもまた一挙。今日の器は、備前焼きの器でいただいています。岡山県の伝統工芸品焼き物陶器ですね。備前焼きでいただいております。すいません、せっかく山口のお酒だ。いいんだい？これなんか今航空写真になってるのを一体どうしたらおばあちゃんすぎる。これをなんかいわゆるなんかその道が目の前に広がるみたいなビューにしたいんだけど、下の方の人間マークこれ来た。ストリートビューノープランよ。雑談なんてほとんどノープランなんだから。でドラッグ&ドロップしたらいいとね。オッケー。これ不法侵入じゃないです。すいません。ちょっとこの柵を乗り越えてね、どっこいしょ。なんか急に夜でかい石。この目の前のどでかい石あるやん。この木と比べてみ。でかくない？これ最大じゃないかな、多分この城の中でも。これが、鏡石と呼ばれるものでございます。入ってすぐね、こんなでっかい鏡石見れる。多分これ最大でしょうね、岡山城の石垣の中で。これなんでわかるかっていうと、鏡石、めちゃくちゃでかい石じゃない？で、このめちゃくちゃでかい石を入ってすぐのところに、ドンと置いとくと。で、このドンって置いとくことによって、権威とかね、を示すんですよ。こんな大きい石が、自分はこの大きい石を使って城を建てることができるんだぜ、という感じでね、だいたいはこういうね、入ってすぐのここからね、立派な石垣と櫓がある。かっこいいな。この丸いやつはね、鉄砲だか弓矢だかをこっから攻めてきた奴らに向かってピュー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 ってする穴ね。これ丸と四角があるんだね。これ四角だよね、四角。丸。あれかな、四角いやつは弓用とか、丸いやつは鉄砲用とかなってたりすんのかな。わかんない、この辺は。でもなんか分かれてる理由がありそうだよね。三角とかあるんかな。丸。俺ここも四角や。四角。丸。四角。いいねー。で、この目の前の建物が、で、この目の前の建物が何かっていうと、ここお寺に、ほとんどのお寺で残ってんのかな。これは多分再建されたやつなんだけど、この城をね、上がっていく時に上がれる身分っていうのがあったとよ。で、このお城、この上に上がっていく身分の人はそのまま行けばいいんだけど、例えばさ、連れてきたなんというか家来って言えばいいんかなな人たちは登れないやん。で、登れない間どうしてるか散歩するのもいいんだけど、こういうところで待つんだって。それでここでね、なんかお偉いさんを、じゃ自分はここで待ってますっつって、ここでね、これ石垣の積み方に注目するのもおもろいよね。ビシッとなってると割と割と新しく作られたお城なんかなーって思う。
さっき言ったさ、その、野面積みもう石のさ、石と石の面を、こう、加工してなく、どんどん積んでったやつ、あれ、野面積みは、もう、お城建設初期の積み方なんよね。そっからだんだん、この石の、石材って言うんだけど、石の材料で石材ね。石材のこの接合面が加工されたりするようになるんよ。で、石を加工して、それをこう、積んでいくと。その、ピシッとなっていくったいね、見た目が。これもさ、この石垣の積み方で、自分はこっちの積み方が好き、自分はこっちのあれがこれがとかあるんだろうな。結構石垣、そう、城入る前に石垣をちょっとじっと見てみるのもおもろいよ。お城さ、姫路城みたいな白いお城もあるし、こういうさ、岡山城とか、あとは松本城もそうだったっけかなみたいな黒いお城あるじゃん。どっち派？いや、どっちもかっこいいんだけどさ。かっこいい。岡山城めちゃめちゃ綺麗。確かね、再建されてるんですよ、岡山城って。この天守と呼ばれる部分ですね。櫓ではなく、天守。これ、この今見えてる部分。天に守るって書いて天守ね。で、この天守がね、一回空襲で焼けてるんですよ。で、そっから焼けてから、1966くらいだったはずです。に、再建されてまして。そう、でも綺麗だよね。で、さっきの令和の大改修があったらしいけどね、令和の大改修どこをどうしたんやろ。そうで、この黒くてかっこいい剣、さっきマップ見たときにさ、宇城公園ってあったやろ。岡山城公園じゃなくて宇城公園なんやで。しかもこれカラスね。で、この黒いところから宇城って呼ばれてるんだって。カラスの後ろで宇城。かっこよ。名前つけた人センスの塊だね。かっこいい。お城ってどうしてこんなにかっこいいんでしょうか。うわー、かっけー。かっこいい。写真は4月。ほんとだ。かっこいいねー。やっぱハフだよね。ハフというのはこのお屋根の三角のところだね。この三角、この三角、あとこの緩やかなカーブを描いてるこのにゅーんってやつ。これはですね、カラハフ。唐揚げの殻に、ハフ、破れる風でハフ。屋根のことと思って、ハフっていうときは。で、これがね、カラハフなんですが、いいね。このカラハフが1個あることで、このなんか城全体が締まってる感じして、これなんでなんだろうね。このうにゅーんってやつがあるだけで結構かっこいいってなるよなー。お酒を飲みます。これいいよねー。ちなみにこの金箔瓦もね、ちょっとこれ、瓦にこう、文様がね、彫られてたりするんだけど、出っ張ってるところに金箔が貼られてんのが秀吉スタイル。で、へこんでるところに金箔が貼られてるのが信長スタイルなんよね。これもね、おもろいよ。これ金箔瓦のへこんでるところに金箔が貼ってあったら、信長だなと思うし、出っ張ってるところに貼られたら、秀吉だなってなる。そう、五大老の一人、そう。ごめんね、こんなこと言いながらラデンは武将に関してはまるで詳しくないんです。すいませんね。そうぐらいしか言えないんだけど、ごめんよ。ちょっと中に入りたいんですけれども。なんか、飛ばされた。中に入りたいんですけど、さすがにダメか。ちょっと、見してくれメンス。空浮いてる。確かにラデンよくね、存在が浮いてるって言われ、誰が存在が浮いてるやつやねん。ドローン視点でお送りしております。中入れた。入れてしまった。いや、綺麗。すげえ。こういうのなんて言うんだ、ボンボリ？綺麗
Google マップって難しいね。さっき確かに空を飛んだはずなんですが、迷子になってしまいました。身分がダメだったのかな。説あるわ。さっきのところ待合室的なところで待っとかないかんかったかもしれん。そうかも。やっぱ酔っ払ってる人間は城に入ったらダメみたいです。見てみ。でもね、そう、天守は焼けちゃったんだけど、櫓が、焼けてない、もう現存してる櫓が1個だけあるんだって、岡山城。それもね、見るとまた、いいよね。石垣をね、よう見ると、なんかその、焦げたみたいな跡があるんだけど、それは空襲の跡なんだって。そう、空襲のその、焼けた時の跡が石垣にね、残ってたりするんだけど、そういうのを見るとさ、再建されたとはいえよ。とはいえ、この城ってこの岡山という場所をずーっと見続けてきたお城なんだなと思って。いや、たとえ一回その天守が消失しとってもよ。再建されて別のものになってたとしてもよ。その場所にあった、その土地にあったお城って、なんというか、再建ではあるけど、その再建だってさ、その土地と元の城がないとできなかったわけでっていうのがあるとね、そういうのもおもろいなと思ったりするんだよ。そう、確かね、残ったのが月見櫓だったと思うな。その名の通り、月見がね、できる櫓だったりするんだけど。そうね、燃えとらんところの方が少ない。そうね、そりゃそう。だからこそ、日本においてこう、残ってるものというのが尊かったり、すごかったりするのはね、そういうのもあるんだけど、火災とか多かったからね。火災とか多かったからね、みたいな、すごいなんか、何千年生きてる人みたいな。いやー、城楽しいな。皆さんもぜひ、お城いろいろ巡ってみてね。やばい、もう1時間経ってる。この枠1時間ぐらいで終わろうかなー、みたいなことを思っていたんですが、延長カン延長ごめん、突発みんなでお城を見ようの会をしてしまったがために突発みんなでちょっと城見ようやーの会、延長カンとりあえず一旦30分延長。お酒もうまい。あとあれですよ、皆さん、お酒を飲むときはちゃんとチェイサー、お水も一緒に飲んでくださいね。理想はお酒と同量の水を飲むのがいいです。そしたらね、次の日に残りにくいので、というところで、ちょっとすいません、一瞬水を取ってきて